大事なのってなんでなりたいのかっていうのと、その先に何を成し遂げたいのか。楽になるは大きく勘違いしますよ。これを意識してやっていければ、結構早くチャンスを訪れる可能性はあると思いますね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、本日もよろしくお願いします。本日のテーマがですね、最短で管理職になる方法はということで、はい、最短で管理職になる、近道みたいなのが、もしあれば教えていただけると。わかりました。はい。そうですね。弊社でもね、当然こういう質問を受けることあるので、そう聞かれたら伝えたいことって言ってるんですけど、まず、なんでですか？早くプレイヤーからマネジメント側に移りたいという気持ちがありますし、ちょっと年齢を考えても、そろそろ管理職でポジションつきたいなって思っていて。なぜ管理職になりたいんですか？その理由で。もうちょっと年齢も年齢でずっとプレイをやってるビジョンが想像しづらいというか、早くマネジメント側に回って、育成とか、部下の教育っていうところにちょっと自分の軸足を置きたいなっていう思いが強くなる。なんで年取ったらプレイヤーがダメで管理職なんですか？やっぱ体力、時間、その辺を考えると、なるほど。やっぱ年齢的にも20、30代の若手には勝てないなっていう気持ちが芽生えたから。なるほどね。やめた方がいいんじゃないかな。みたいにちょっと言っちゃいがちなんですけど、早く管理職になりたいと当然ダメですよね。管理職はゴールじゃなくてスタートだから。なるほど。そうですね。だって新しい職種のスタートですよね。だから大事なのってなんでなりたいのかっていうのと、その先に何を成し遂げたいのか。なんとなくみんながそう言ってるからとか、人によってはね、たまにこういうのもあるんですよ。管理職の方が楽そうだからとか。それに管理職の方が例えば自由が利きそうだからとか、今辛いからとか、こういう理由はね、大体失敗しますよね。失敗しますか？ちゃんとなぜなりたいのかだから結局は言いたいことって、スタートであると言ってるから、なったのがゴールじゃないし、慣れたらずっと安泰ではないわけですよ。だから管理職に立って何を成し遂げたいのかっていうことをやっぱちゃんと持ってないと、結局失敗するんですよね。なるほど。管理職になっての失敗って別にいいんですけど、正直ですよ、なるんだったら失敗なるべくしないでいきたいじゃないですか、気持ち的にはね。そうですね。失敗はいいことなんですけど、でもやっぱその失敗もただなんとなくなって失敗はちょっと痛いですよね。だからやっぱ管理職になって何を成し遂げたいのかっていうのはちゃんと明確じゃないと、やっぱどうせ失敗するよと、その失敗痛いよと、こんな感じでやっぱ言っちゃいますよね。なるほど。管理職の本質とかって要は自分の成果だけじゃなくて、チームで成果を出す責任を持つことじゃないですか。基本的にはだからいつも言いますけど、管理職、マネージャーなんでもそうですけど、根本的にはお金のマネジメントと人のマネジメントですよと。目的は、部下を成長させて最大限の成果を出すことですよと。でこれの覚悟がないと、だから痛い失敗になりますよと。なるほど。で覚悟を持ってやった失敗は別にその先もあるからいいけど、信頼と責任の上に成り立ってる立場だから、ただの役職じゃないんだよと。楽をできるとか、自由が利くんじゃねえかとか言うけど、責任と自由って比例していくもんだから、自由な時間がもし増えたとしたら、要は仕事の中で何をやるか自分で決められる自由な時間とかが増えるとしたら、その分責任も持ってるってことだから。だから、そのいいところだけフォーカスするのよくないよと。楽になるは大きく勘違いしますよと。例えば分かりやすく言うと2つ、体力と精神力みたいなのがあったとするじゃないですか。プレイヤーの時って、じゃあそれこそ引っ越しの時にそうだけど、体力が優先される感じもあると思うんですよね。体力の観点で見たら管理者楽ですよね。だって別に荷物運ぶわけじゃないし、事務所が主戦場で指示出したりするわけだから、パソコンと向き合ってみたいな、人と向き合ってって言ったら、体力は正直そんなにいらないですよ。体力の観点で見たら楽、それは分かりますと。し
かしながらね、精神力で言ったら何倍も辛いですよ。現場のプレイヤーの。精神面。はい。だから、決して楽ではない。なので、体力を使うか精神力を使うかみたいな、メンタル。どういうところがそがれていくんですか、メンタル面。そがれるって言い方おかしいけど、要は、体力が必要なのか精神力が必要なのかっていう話で、精神力が必要って言ってるだけなんで、じゃあどういうところで体力じゃなくて精神力が必要なんだって言ったら、やっぱりお金の問題と人の問題しか起こらないわけですよ。なるほど。問題はね。課題をボトルネック見つけて解決していく話じゃないですか。要は、プレイヤーの時は、一つは、継続課題があんまりないですよね。継続課題があんまりない。例えば、これ人のマネジメントがあるかないかが一番大きいと思うんですけど、見る時間軸結構変わるわけですよね。プレイヤーの時って、例えばその1日が大事であって、この1ヶ月の成果はとか、で割と仕事のプロジェクトもプロジェクト期間があれば終わりだし、引っ越しという観点で言うならば、その1件の引っ越し作業が終わったら終わりだし、1ヶ月の現場やりきったらもう終わりで、次の月に例えば持ち越す仕事あんまないんですよ。ないじゃないですか。でも管理職は永遠に持ち続けますよね。そうか。終わりがないですよ。そうか。終わりがない。確かに。起こる問題は、お金の問題と人の問題だから、ここで言う人の問題っていうのは、要は人の育成とか、それって終わりないじゃないですか。継続の課題じゃないですか。もう一個観点を変えると、管理職は結構、言い方ですよ。悪いことを見つけて、それを改善していく課題解決、みたいな仕事が多くなるわけですよね。ということは、一見やっぱり大変なことっていうか悪いことにぶつかっていく立場なわけですよ。精神力必要なんですよ。体力じゃ乗り切れないです、別に。なるほど。だから使う力が全然違うんで。だから楽じゃないですよ。体が楽っていう意味だったらそうかもしれないけど。みたいなその覚悟をやっぱ遠いっていかないといけないですね。っていうのをいつもやってるんですけど。問題に移っていくと、それもじゃあクリアして、じゃあ早く管理職になるためにどうしたらいいんだと。その理由も目的も納得できるというか、いいんじゃないとなれば、僕ね、一個思うんですけど、すんごい、そんなことって思われるかもしれないですけど、絶対に大事な一個ありますよ。何ですか？言いまくること。言いまくること。僕は管理職になりたい。言いまくることですよ。普通の会社であれば、てかどこの会社も大体そうですけど、管理職にこう登用したりとか選任する、こういうものは定量的にも定性的にも、小さい会社だったら社長だったり、大きい会社だったら人事とかであったり、いろんな条件がこう重なって選ばれるもんですけど、でもやっぱりまずはなりたいっていうの発信が大事ってことですね。それは例えば小さい会社、どこでも一緒だな。同僚もそうだし、上司もそうだし、それ以外の機会もそうだし、バンバン言った方がいいと。結構こういう風に言う人あんまり少ないですよね。だから本当になりたいんだったらもう入った瞬間からでも、こういう目標があるから、管理職になりたいんだと。早く管理職になりたいんだと。なぜならばと。ずっと言っとけと。上司とかにも、僕は管理職になりたいんです。どうしたらなれますか、ぐらいでもいいから言っとけと。ずっともう念仏のように言っとけと。これが一番大事ですよ。あとは実力とか、そういう要素言ってきますけど、もちろんそういうのも大事ですと。まずは1個目はアピールが大事ですよ。アピールだ。別に何言ってんだと言われると言えと。どんどんインプットされていくから。なるほど。そういう機会が来た時に、あいつやりたいって言ってたなってなるよ。なるほど。そんだけやる気あるんだったらやらせてみるかって。そっか。やっぱ考える人も多くなりますよ。能力が同じだったら、やる気のあるやつ任せたいじゃないですか。普通にやる気ってどこで見るんだって言った時に、ずっとあいつ言ってんなっつって、声かかりますよ。ヒントくれますよ。ずっとそう言ってたら。言ってるだけで行動が追いついてなかったらダメですけど、でもそれも自分に対してのフックにもなりますよね。そうか。自分はこんだけ言ってんだから、やんなきゃいけないと。いうことで一生懸命いろんなことやりますよ。なるほど。自分に対しての暗示でもあるし、周りに対してのアピールでもあるし、これね、絶対重要ですね。いいこと聞きました。っていう、ちょっと定性的だけど、一つ大事なことがあって、あとは要素的な話に行きますけど、
会社によっていろいろ考え方はもちろん相違があると思うんですけど、はい、僕はですね、やっぱりいつも言ってる通り、まあ一つ目はやっぱ見るのは人間性ですよね。人間性。要所で言うとやっぱ誠実さ。まあ、素直、真面目、謙虚、約束守る人です。はい。頑張るやつみたいな感じですね。素直、真面目とかっていう中身もちょっと掘ると、ちゃんと努力する、行動するやつですよ。はい。あとはまあ、やっぱ人間力あるやつって嫌われてないですよね。好かれてるかどうかわかんないですけど、嫌われてはない。一目置かれるみたいな。信頼されるみたいな感じですかね。はい。そのためには人間性が最も重要だと僕は思ってるんですね。次にやっぱり能力。で、能力とは言っても、現状管理職やったことないわけだから、今ある、能力と管理職としてのポテンシャルを考えるわけですよね。はい。視野の広さとか、判断力とか、意思決定力とか。はい。そういう意味では、能力としては、先ほど言った悪いことを探して、それを解決に動くみたいな観点でいくと、判断力とか、意思決定力とか、人間性にもかかりますけど、行動力とか、あと周りの配慮とか、フォローとか、まあそういう感じで、まあポテンシャルを見ますよね。あとはやっぱ最低限の実績ですよ。実績か。なんか早くなるのがいいことかどうかは置いといて、別にはっきり言って本人も会社としても早く管理職にさせることが目的じゃないじゃないですか。管理職として最大限部下を成長させ、成果を出してもらうことだから、一定やっぱり実績が必要ですよね。まずプレイヤーとしてなのか、先ほど言ったようにその行動力とか、あなたのこの人間性とかポテンシャルを考える中で、やっぱ一定実績がないとこれ判断できないですから。なるほど。あとはやっぱりですね、その人の評価もそうですよね。ある程度一定期間ないと評価ができない。周囲に良い影響力を持っているかどうかとか。まあでもそんなところですよね。なるほど。すんごいシンプルに言うと、自分がそのなりたい理由を明確。なってから何を成し遂げたいか、目的とか目標を明確にして、ベストなものに設定します。で、ちゃんとそれを発信し続けます。ちゃんと自分が今いるポジションで、しっかりと結果を残す。その結果のね、ちゃんと行動をするんですね。おすすめは、だから、今の上司の視点に立って考えて動いているかどうかも含めて。ただ上の階層の視線をまず必ず持つ。なるほど。1階層、2階層ですね。まあこれを意識してやっていければ、結構早くチャンスを訪れる可能性はあると思いますね。そうですか。ありがとうございます。まあとにかく入りました。そしたらちゃんと管理職になったその先、管理職になって何を成し遂げたいか。もっとその先を書いてもいいんですけど、言うならばこの会社で自分は何を成し遂げたいか考える、決める、目標、目的、目標、アピールをする。あとは、現状の職場で、チームで結果を出す。ポイントは、上司の視線に立って物事を考えること。自分がまだ上司管理職じゃないけど、このチームで俺が管理職だったら、こうやるって考えながら、でも今の上司をちゃんと立てるんですよ。なるほど。だって、ちょっと違う言い方すると、今のそのチームでめちゃめちゃ結果出して、一番評価されるのは上司です。それでいいんです。その上司が、そういう風にチームでめちゃめちゃ結果出して、この上司がもっと上に上がる可能性があるんです。じゃあ飽きます。じゃあそのチームの中で誰をリーダーにするか、お前だよという話ですね。一番誤った考え方は、この上司が左遷したら、移動したら、クビになったら、降格したら俺がいける。こういうのはダメですね。うまくいかない結果。だから、そういう意味ではもう一回言いますけど、鉄板はその管理職になって、さらにこの会社で言うならば、何を成し遂げたいのか目的、目標。それをちゃんと発信する。アピールしまくる。その上で、ちゃんと今の自分の部署で結果を出して、その上司、リーダー、管理職に花を持たせてあげる。その管理職が次、責任者任すんだったらあいつしかいないっていう風に言ってもらえるぐらいまでやる。そのために絶対行動量を増やす。そして、見ている視点を1階層2階層上で物事を考える。見る、動く。この徹底しかないですね。なるほど。これができてたら多分おそらく自ら課題を見つけて改善提案できる人になってると思うんで。そっか。
はい、例えばポストが空いたらとか、何か機会が来た瞬間にあなたに一番先にやるかと来ますよと。はい、意識改革ですね。ありがとうございました。はい、本日、最短で早く管理職になるにはということで、お話をさせていただきました。少しでも気づき、学びがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。